デッドプール&ウルヴァリン。新予告。金玉みたいな顔してるな。ワンワンプール、ウルヴァリンのこの顔最高。ここはスローモーションで爆発ドカーンだよ。程度のことしか言ってないのクソすぎる。さすがデッドプール。ドッグプール、見た目はアボカドクソの味がする。ドッグプールって何やねん。犬の賭けか。犬っていうか怠け者みたいな顔だなドッグプール。デップーの変みたいなのかなドッグプール。ワニなロキやカエルの層もいるからな。はい、ピーナッツって言いながらぬるって出てくるプーさんで笑った。きたー。ロゴ、ついにヒューのウルヴァリンが見られたことが嬉しすぎる。黄色いスーツだ。ローガン自体のキャラも X メン映画とは違う感じになると思ってたけど、過去作と感じは一緒でよかった。まあそうでないとヒュージャックマンが演じる意味がないし。マットのデアデビルもなんだかんだドラマまんまのキャラ性で戻ってきたしね。最初爪伸びなかったな。第2番の糸みたいなのノリでメンタルのせいで出が悪くなるのかな。ED みたいなもんか。黄色タイツかつノースリーブなウルヴァリンが地味に嬉しい。ローガンで優退したのに結局イエロースーツ着て復活ってなんか手心というかなんというか、ノースリーブになったけどマスクは被るかな。アニメから入ったからいつものあのマスクないとなぁと思う。本編中で被るかは置いといてマスクのデザインはあるみたい。本編でこのシーンが出たら声出しちゃうかもしれん。こういうキービジュアルあるからマスク被るかもしれないし、層の兜みたいに一瞬だけ被って脱ぐパターンかもしれない。楽しみがとてもいっぱいすぎる。あとウルヴァリンはあのスーツのは幼稚園児の頃に見ていた X メンのアニメから好きだから実写で見られるのは超嬉しい。にわか質問なんだけど、実写のウルヴァリンって毎回黄色いスーツ着てるの？今回が初めて。着てない。黄色スーツ着るのが今回初めて。一応侍な没シーンでユキオが用意してたリハした。実写版オリジナルの黒ベースのレザースーツが主なのよ。これまではなんで今回ようやく原作通りのコスチュームになったかって話題になってる。過去作はヒュー様が黄色スーツ嫌がってたって聞いてたけどよく折れたね。そもそも嫌がるというか作風に合わないし。みんな黒いスーツだからね。あれにして正解だったと思うよ。スマートでかっこいいし。ヒューは着てないけどダークフェニックスはスーツ黄色だよね。このコスらしいと聞く。ビーストそれ意味ある？下半身を隠すのは自分が獣ではないというアイデンティティのために必要でしょ。ヒュージャックマン前より若くなってない？ローガンは老けメイクだったにしてもさ、ビムのマイケル・ダグラスみたく CG アンチエイジングしてるんじゃねえかな。ノーウェイホームドッグオクの CG アンチエイジングすごかったから同じ技術だろうね。キャプテンマーベルのヒューリーは謎の編集技術で若く見えるようにしたんだっけ。シビル号の若スタークといい CG 技術すごいよな。老けた俳優の若返り修正ってめちゃくちゃ金かかるらしいな。インディ・ジョーンズが言ってた。そりゃあな。特殊メイクじゃないなら全コマ顔だけ CG かけるんだろ。信じられんわ。アクションとか激しい動きするとめちゃめちゃ大変そう。股間に爪、脇腹に乱射、HF 持ち同士の戦いって感じで気持ちがいい。不死身同士の戦いなのかそういえば。不死身同士のプロレスはえげつないな。ヒーリングファクターで撃たれても傷口塞がるけど、体の中の弾丸どうしてんだろ。踏ん張って排出してなかったっけ？まちまち。ペット出したり残ってるから摘出しなきゃ、だったり。アダマンチウムソードらしいと聞く。支給品なのかなこれ。最初の予告で TVA から新調してもらってるっぽいしね。デップーもローガンもカナダ人だったなそういえば。アルファフライトやってもいいのよ。ウルヴァリンって宿命のライバル多すぎないですかね。そりゃまあチームから離れて単独で活動しててもセイバートゥースだのオメガレッドだのサイバーだのブラッディスクリームだの旧敵がいる人ですし人気者のせいというものよ。ウルヴァリンの宿敵としてはストレイカーとセイバートゥースとレディデスストライクが実写化済みか。この他だとオメガレッドが一番出しやすいカナダ犬とロメラスは X24 で拾った感あるし、ストレンジの師匠復活か。マグニートみたいなことやってるハゲがいる。ハゲの妹らしいよ。プロフェッサー X の双子の妹です。当然めちゃくちゃ強いです。なんで妹までハゲてるんだ。確か生成アニメやってた頃に妹いるってあったな。でも実写出てきたことあったっけ？過去の X メンシリーズ。ウルヴァリンハゲ妹に手も足も出なくて草。プロフェッサー X が5体満足で能力使えるようなもんだぞ。X メンの世界観では教授がトップでいる都合上テレパスはミュータント能力の中でも最上位クラスに強いから不思議ではない。ファーストジェネレーションの時と同じってことか。この部屋ってもしかして老眼で隠れ家にしてたところ？ハゲの妹美人すぎない？妹はどっちの妹かな？スチュワート？マカボイ？
もう時系列がめちゃくちゃ。世界を失望させたってどういうことだ？監督は、ローガンをなかったことにはしない。って言ってるけど、ウルヴァリンの見た目的にフューチャー&パスト後になんかあったんかな。ローガンの冒頭ではその後の世界で X メン全滅する。冒頭なのその後なの。ローガンの冒頭で、フューチャー&パストの後にプロフェッサーが発作を起こして X メン全滅させた。さらにミュータントが生まれなくなる薬だか食べ物の影響で新生児のミュータントはいない、的なことを説明してた。ありがとう。フューチャー&パストが台無しすぎるだろ。これローガン自体面白かったんだがな。日本語字幕だと、救えなかった。だから翻訳って大変だな。思ったよりちゃんとバディしてるのな。メタ発言するキャラって自分が主役じゃない他作品出た時もやるのかは気になるところ。デップーにしろシーハルクにしろ。立場をわきまえて自粛するデップーはあまり見たくない。自由であってほしい。ブラインドアルとの会話ですでにコカインダメだとか言ってた気がするが。あれに乗ってる時点でもう自由なのだよ。ウェイドヘイ、ディズニーで股間言うな、ひそひそ。おい、コカインだけはダメだってファイリに言われただろ。このノリはちょっと古いよな。ディズニーが、するなんてだけで受けた時代もあったけど。コカの隠語多すぎて笑った。さすが R 指定。えげつないことするぜ。雪だるま作ろうがコカイン隠語の鉄板ネタ。オラフ、滝、偶然通り越しても早たたりの域だこれ。ディズニーネタすれるようになったデップーとか無敵か？こいつらこの予告だけで何回ファック言ってんだよ。ちなみに MCU で初めてファック言ったのはガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーさんのアホが初めてだったりする。指パッチンされた時のヒューリーじゃないっけ？言い終わる前に消えてるからノーカウント、ノーカウントです。言い切ってないからノーカンらしい。そう言われればそうか。ちなみにホームカミングでもメイおばさんがスパイダーマンの正体を知って WTF 言い終わる前に強制エンディングなので、マジでファックワードは MCU では宇宙のアホが最初である。いろいろぶっこんでくる。すでに面白そうなんだが、曲に合わせて銃声とかの SE でリズム取るやつめっちゃよく見るな。最高の夏休み映画になるのは確定だな。これロキに出てきた選定先にいたやつか？荒いオスじゃん。やっぱそう思う？ロキノか？って俺も思ったが。やっぱあそこ虚無空間なん。なんかそんな噂はあるんだよね。ただ同じ場所だとしてもだいぶ明るいんだよね。アントマン、ちゃんと歯があるのな。中身そのままみたいだからな。アントマンのマスクのところそういう形のゲートかと思ったが歯があるしまさか巨大化したスコット？スーツが旧版っぽいからピムかもしれない。まあどちらにしてもしんどる。死体がアジトになってる世界かな？コミックでセレスティアルズの体で似たようなことしてたしそのオマージュか。ここアントマンも驚いたけど X メンに出てきた爪女とアザゼルみたいなやついんだよな。予告見たけどデスストライクいた？入り口手前の左のやつが多分そう。マジか。あいつ強かったが今度どうやって倒すんだろ。ケリー・アンヒューも今56歳なのか。X にももう20年前だもんな。白髪の似合う美熟女になってた。余裕でいけるじゃん。めちゃくちゃ美人やな。アザゼルって過去作に出てなかったっけ？今回初？ファーストクラスに出てる。小の部下。サンキューやっぱり出てたか。なんか昔見た気がしたんだ。アザゼル好きだったな。ワープ戦法は卑怯。映画だとナイトクローラーってアザゼルの息子とかなんだっけ？こいつは出る。言われなきゃ気づかんくらいもうおじさんだな。並べてみるとわかるけどヒゲも生えててよく気づいたよな。パイロとアイスマンって原作だと強しキャラらしいな。キララジャンプでマルチバース移動？ストレンジなのかはたまた違う魔術師なのか。オンがなんかやってそう感ある。ジャンプしてたポータルは予告用に白くしてるだけで本編ではまさかの世界に繋がってたりするのかな。あのポータルすげえな。出てくるだけでワクワクするもん。誰にせよ MCU の魔術師がポータルぐるぐるしてるんだよね。思ってたよりがっつり絡んでるな MCU。ポータルへのジャンプシーンよく見たらアントマンの頭蓋骨の目の部分から飛んでるな。アメリカ人のセンスだわ。ポータル開いてる奥の方で荒井サムさんが迫ってきているのだ。多分予告に出てきた大半の奴らが在庫処分されてしまうのだ。あのポータルは誰が出したんだ。そしてウルヴァリンの隣にもう一人いそうなスペースを感じなくもない。オンさんなら出ても全然不思議じゃないな。サプライズ感ないけど。ストレンジなのかはたまた違う魔術師なのか。シャンチーのボンさんみたいなああいう客演の仕方好き。あのポータル全く修行してない人でも出せちゃうからな。素養があったってファンサだから。魔術師の家系で手がうずくんです。これってもしかしてアメリカチャベスが開いてたりしない？あいつマルチバース自由に行き来できるようになったし、
サンクトラムで修行してるから一番可能性ありそう。MCU メインラインとの距離感どうなんだろうな。最近低迷中だからもうぶっかき回してほしいんだが、正直 MCU とここまでがっつり話つなげるとは思わなかった。マルチバースに関しては今回で本格的に引っかき回すとは言われてる。風呂敷広げすぎたまとなめた発言しても構わんぜ。時回りがまだメインラインとあんまり関わりないからどうなんだろうね。こんな調子でアベンジャーズ参加したらシリアス展開の雰囲気が破壊されてまう。大歓喜。アライグマたちと絡んでほしいです。ロキ予習前提な感じに見えないでもないけど、追ってなくてもついていけるように作ってあるかな。他作品が繋がってる集合物って内容が良けりゃ過去作見なくても楽しめるもんだよ。俺はアイアンマンやキャップ知らずにいきなりアベンジャーズから見たけど面白かったし、キャラがよくわからないからつまらないってなる場合はその映画自体が微妙なだけだ。今度のデップーもいろんなキャラ出るだろうけど、デップーのノリさえ知ってりゃ絶対面白いよ。ユニバース系作品の醍醐味ってこれよな。時系列に見るのが妥当だけど好きな順で追ってあれそういうことだったのか、ってなる楽しみ方もあるし、アイアンマン見てアベンジャーズ見てクソ面白かったからそっからそう、ファーストアベンジャー見たわ。過去編見てるみたいな感じだったが何も不都合なかった。まあ作る方はシリーズ追いかけてる客に向けて作るわな。普段見向きもしない客にアピールする意味ない。放っといて釣れたらラッキーってくらい。TVA って今どんな感じなんだろう。マルチバースを全部行き来できるのか？あれマルチバースじゃなくて一応時間の移動。この戦いもロキが見てる思うと面白い。大暴れしててドン引きだろ。ポータル先エンドゲーム説出て笑う。指パッチン横取りでアイアンマン復活ルートあるで。とりあえずローガンは社長に合わせたらあかんな。秒で仲間割れ通り越して殺し合い始まりそう。ロバート・ダウニージャーが復帰するのも時間の問題やろな。本人がまた出たいって言ってたし、MCU 側からのサプライズもあると嬉しいんだがな、どうかな。アントマンの死体。まあアントマン、スコット、和さんで死にまくったからな。ゾンビ世界だと首だけでも生きていたけど。中の頭蓋骨はピムなのかスコットなのかはたまた。20世紀フォックスエンドゲーム、いや20世紀フォックスキルズユニバースかな。何かアベンジャーズ並みの集結映画になりそうじゃん。20世紀フォックスの過去作を使い潰すぜ。だからある意味20世紀フォックスの集大成みたいなものになる。ノーウェイホーム以上のオリキャス集合になりそうな予感。マーベル関連の実写映画が入り乱れる感じかな。セイバープースの名前がよく上がるけど出たら出たで楽しみ。ジェームズ・マーズデンもサイクロップスでカメオ出演するみたいだし楽しみ。あとストームの人も出るかも。アニメみたいに大活躍するサイクが見られてたらいいな。噂があるのが QX メンバーが出るサイクとストームは役者がかなり匂わせてるから確定。旧映画のファンタスティック4が出る。別次元のスカーレット・ウィッチ VS フェニックス。マルチバース・オブ・マッドネスのイルミナティ世界が出るとか色々。確定してるのが映画でアデビルのエレクトラが出る。クリエバのヒューマントーチはこっそり出てきそうな気がする。旧ファンタスティック4は出るって噂よ。チャラいキャップが見れるってこと？世界滅亡した世界のウルヴァリンという設定っぽいから、プロフェッサーや過去キャスト出して X メン結成やってほしい。20世紀フォックスはなぜガンビットを活かせなかったのか。ジャニングのガンビットは出るってさ。でもちょい役だよな。今更がっつりメインキャラ面されても困るし。ガンビットは単独作決まってたのに買収とかで流れたからな。XMEN0 型も出てきてぐしゃぐしゃになってほしいな。実写のガンビットって全身タイツコートでカード投げながら棒振り回さないの？タイツじゃないけどトランクと棒は振り回したよ。ウルヴァリン見てね。変でキモいデッドプールも見れるよ。ジャガーさんもできればもう一度出演。ジャガーノートです。通してください。ビニー・ジョーンズの無駄遣いすぎた。俺の偽物か。ぺしゃんこにしてやるぜ。ノーウェイホームに続くお祭り映画だな。フォックス版のキャラめっちゃ出そう。個人的にはマカボイプロフェッサーみたいな。噂本当なら成長したローラも出るとか。ローラ出てほしい。成長した姿みたい。サプライズでダフネキーンでないかな。こっちも出るって話あるのよな。役者そのままで成長したローラってことで。それでいいと思う。ローラちゃん一作だけで終わらすには惜しい逸材だし。上等しようもんならなくは。ふと気になって調べたがローガンの女の子でかくなっとるな。大人の事情で出れませんみたいなの多くないかマーベルと DC。実写は人間が演じるからどうしてもね。そう考えるとノーウェイホームにあれだけオリキャスで出られたのすげえな。全くないわけじゃないけど MCU 一応そういうの管理できてるからね。
完璧ではないけど、まあもともと MCU 関係なかった映画だからな。制作フォックスだったし。記念すべき1作目にアイアンマンと元役仲を持ってきた奴らだぞ。マーベルはおかしいんだよ。DC はなんかいつもグダグダしてるじゃん。奥の手で禁断の AI 加工出演。まあノーウェイホームのサンドマンとリザードマンの素顔がまさにそれだったんだけど。あれ元に戻るところのなら過去作の映像の逆再生よ。あの二人はアフレコしてくれたから。でもなんで出られなかったんだとギャラとかスケジュールの都合かな。実写はぼやぼやしてると役者老けちゃうから大変よな。元気なうちに作りまくらんと。ジーンは二人とも出るんかな。ファムケも出てほしいけどボトックス打ちまくりで顔変わりすぎて厳しいかな。セイントセイヤに出てたけどかろうじてファムケって分かったけど、人相は変わってるよな。なーに CG でなんとかなる。X メンの映画1作目が24年前か。ヒュージャックマンよく付き合ってくれるよな。キャリアの14ぐらいウルヴァリンちゃうか。10作も20作も予習しないと楽しめない作品とかになってないといいが。1と2はそういうのなくても楽しめたし。見た感じ20フォックス X メン総決算って感じだから見た方が楽しめるだろうね。でも大まかな説明は劇中であると思うよ。俺ちゃん以外はシリーズ打ち切りになった奴らだ気にしなくていいぜ、とか言って流すかもしれない。過去キャラいっぱい出るっぽいから、X メンの過去作は全部見といた方がいいのかな。ついに予算が増えたのか。X メンで一番売れてる映画だし MCU 入りしたから前回の倍くらい予算ありそう。ほとんど CG っぽいし。とりあえずファーストジェネレーションは見ておいて損はないぞ。マグニートと教授が好きならおすすめしたい。銀河最高のヒーローも出演してるしな。デッドプールシリーズは明確に繋がっているけど、ウルヴァリンサイドは色々ややこしいからね。世界の繋がり。ローガンはフューチャー&パスト改編前、後とも繋がらないってことになったんだっけ？でもロキみたいにビデオ見せれば追体験できるのからいいのか。スチュワート？マカボイ？もう時系列がめちゃくちゃで、正直この二人をアベンジャーズの中心に据えたらそれだけで MCU 復活すると思うんだよね。拒否されるだろうけど。PV だけでファック何回も言ってる二人だし。もしも中心になったとしてもその二人が出てるのが面白いだけで、出てないのがダメなら MCU の状況は変わらない。ライアン・レイノルズって社長とかやってなかった。忙しくない？大変じゃん。働きすぎじゃない？退任したけどデップー酒は出る。ローガンもデップーも名脇役的な活躍するキャラクターだからメインに据えるのはあまり得策ではないよ。ウルヴァリンって X メンの一番人気じゃないの？キャラクター人気はめちゃくちゃ高いけど、ストーリー的な人気だとなんか大きいイベントのちょっとしたシーンで、いぶし銀的な動きしてる話が多いと思う。確かに X メンの映画だと主軸になってるけど物語のキーマンはマグニート、チャールズ、サイクロプス、ジーンだよな。ストーリー面の主軸はサイクロプスとジーン、教授とマグニートが主に担ってる感じだね。2000年代くらいまでハマーベルの看板って、ウルヴァリンとスパイダーマンだったよな。本編リブートさせて復活したのにアポカリプスからまた失速したよな。揉めたきっかけ見直すとこれだけってなるやつ。センターとかより俺ちゃんだけなんで飛び出てんのおかしくない？なんで？マンドーが、お前センター、みたいになっててダメだった。全部をまとめた男、みたいで吹く。日本の宣伝文句の無責任ヒーローってのがモヤモヤする。2でめちゃくちゃラッセルに対して責任感あったやん。自称ってことにしておこう。ファミリー映画の次はなんだ？2のようなファミリー映画であることを願いたい。今回はファン向けな雰囲気あるけどどうなるかね。監督が言うにはデッドプール3じゃなくてデッドプール&ウルヴァリンってバディぶつことらしい。つまりラブロマンス、ファミリーときたからバディぶつつまり友情映画だ。観客に感動してもらうのがゴールみたいに言ってたからお祭り全開のデップー映画に仕上がってそうで楽しみ。いいよな。ケーブルも出してくれよ。そういやケーブル映ってないな。タイムマシン直した後のケーブルの行く末が書かれてないけど、そこら辺も説明あるといいな。ジョシュ・ブローリンは僕はデッドプール3に出演しませんよ。とは言ってるが果たして信じていいのか。トム・ホとマーク・ラファロ以外はうっかりネタバレしないから映画見るまでわからん。ヒント。ノーウェイホームのアンドユー。共にスパイダーマンに出演した元カノにも嘘ついてキレられた男は違うな。アンドリュー・ガーフィールドしてる可能性はあるから最後まで気を抜いてはいけない。アンドリューの時もそうだが演者に出ますってそんな無粋で野暮な質問すんなや。仮にそうでも、はい出ますよ、なんてネタバレ言えるか。ナオと B は知り合いに普通に話しちゃってたとかしてないとか。野菜食ってるから、
でごまかしたなんて話もあるし定かじゃないな。ただ一つ言えることはトムホはカマラちゃんの中の人にバラした。おっす、シンエリ、この画像を見ろ。トリプルスパイダーマンの画像。あいつマジ。ネタバレのモヤモヤ抱えたまま、マーベル撮影してたカマラちゃんマジお疲れ。そりゃあトニー葬式のシーンを結婚式って嘘つかれますわ。まさかのケーブルじゃなくサノス役でデップー&オルバリンの前に立ちはだかるジョシュ・ブローリン。あり得る。でケーブルだろお前っていじり倒すデップー。それやったら最高だわ。タクシーの兄ちゃんまた出てきてくれ。一面と誕生日祝ってるぞ。コロッサスさんの出番はありますか？最初の予告編にいたろ。あの兄ちゃんスパイダーバースでスパイダーエンディアの声優だったんだな。そうなんだ。デップーの余命1作目で死ななかったよね？続投？死んだのにね。2の時間改編で復活してそのままそれが静止になった。死んだ X フォースメンバーも復活してる。しれっとイーゼルが退場してて寂しいですよ僕は。その分はちゃめちゃな内容にしてくれよな。ひどい顔を隠すためとか血を浴びてもいいようにとか、スーツを着ることにちゃんとした理由があるデップー好き。なんかアジア系の可愛い女の子いなかったっけ？あの子また見たい。はい、ユキオ。ユキオは出るよ。ていうか忽那しおりは日本人の女優さんよ。綺麗な方のユキオなんか老けてた気が。どうもユキオです。北米が好きそうなアジアンビューティ。ユキオの共演みたい。2で死んだ連中生き返ったみたいだし、どっかでまたブラピ死ぬシーン入れてほしい。そろそろ真ん中の人はマーベル映画でまともな役を用意してもいいと思う。ちゃんとロキやっただろ。同じ監督と主演の映画。これ面白かったな。これマジで面白かったから今作もコンビ組んでくれたの嬉しかったわ。知らなかったそんなの。超名作だよ。面白すぎる。たまたま同じスタジオにいて10分だけ時間ちょうだいで出てくれたクリエバ。キャップの盾とハルクの腕とライトセーバーとスターウォーズテーマ使っていい？に好きにしていいよと言ったディズニー。この時のディズニーどこ行ったの？以前のグローブの形状が。これ単にデップーが自分の手袋片方黄色く塗っただけやぞ。MCU って無備地系一般販売めったにしないんだよな。エンドゲームとかノーウェイの時はあったけど他はイベントとかキャンペーンばかり。デッドプール&オルバリンなら発売すんだろって思ったら、公開まで3ヶ月切ってんのか。デッドプール&オルバリンの日本公開が始まったら、金曜ロードショーでデッドプール祭りが、ゴールデンで流すなあんなもん。てか R 指定だっただろ。それ見たことないから金ローで流してほしい。100歩譲ってゴゴローでもいい。なぜか全然関係ない来未版スパイダーマンが来ると思うぜ。アクションも楽しみだけどやっぱりおふざけシーンもっと欲しい。1のパンツ脱ぐシーン好き。ついに共演みたいな雰囲気出してるけど。なかったことにされたウェイドから随分とビッグになってしまったな。ちゃんと始末したからな。今んところウェイド・ウィルソンとサム・ウィルソンの動向が知りたいってのが個人的に MCU 追いかける理由になってる。あとジョン・ウォーカーも、予告だけですんげえいろんな作品のネタぶっこんできてるよな。ロキの TVA、ロキのアライオス、アントマン、ポータル。管理してよ。7月って意外と遠いな。って思ってるとあっという間に来るんだよな。